今日は雨だなあ。ソファーの枠組みできたやんけ。はい、おはようございます。今日は月曜日、昨日から雨降ってましてね、畑というかね、久々の雨なんで地面は喜んでるんじゃないかなと思います。はい、ということで、ちょっと土曜日日曜日といろいろと、バッシーさんのところのね、ソーラーパネルの打ち合わせ行ったり、帰ってきて日曜日、昨日ちょっとエンジン式の草刈り機を、ちょっと修理してくれということをあったり、いろいろバタバタしたんですけど、今日も頑張っていきたいと思います。はい、こちら前回作りましたソファーですね、はい、を引き続き、作っていきたいと思います。ということで本日もどうぞよろしくお願いいたします。人血。はい、ということでですね、新シリーズソファーを作ろう第2回目ということで、前回までに、ソファーのですね、木枠を作りましたので、今日からですね、こちらウェービングテープといいましてですね、家具の、座面のところですね、普段は、ほとんど見ることはない、ものでございますが、このテープをすることによって、ふかふか感がですね、ソファーの、座った時のふかふか感が、出てきますので、意外と重要なものでございます。でこれをね、ベニヤで防止するという方法もあるんですが、そうするとどうしてもですね、やっぱウレタンだけの、柔らかさになりますんで、ちょっとお尻が硬いかなみたいなねとこはあるんですけども、だから高いソファーとかって結構こう沈み込んだりしますよね。はい、このウェービングテープと、あと結構ワイヤーみたいなのでね、やってるところもございます。ということで、ウェービングテープを、縦横両方貼っていくんでございますが、多少ですね、引っ張りながら、タッカーでですね、はい、止めていっております。このウェービングテープっていうのはですね、ホームセンターとかね、その辺ではちょっとなかなか売ってないものでございましてですね、はい、ちょっと僕もだいぶ調べたら、Amazon にありましたんで、Amazon で買ったわけでございますが、はい、ウェービングテープというものを結構探しましたね。これも長い間結構探してました。はい、で名前が分かんなくてですね、はい、なんて言うんだろうなということで名前から、探してましたけどね、やっと見つけましたので、ウェービングテープで座面を、縦横で貼っていきます。今日はね、なんかね、朝雨降ったんですけど、なんか暖かくなりましたね、ずいぶんね。はい、この後ドカジャンも脱いでね作業するんですけど、なんかまるで春のようなですね暖かい陽気でした。はい、まだ1月ですからね、下旬ですから、だんだんもう暖かくなるのかなみたいな感じで思っちゃいますけどね、錯覚を起こしますけども、はい、
今日はたまたまだったんでしょうね。ちょっとね、先週からいろいろバタバタ動いてまして、やっとね落ち着いて作業ができるかなという感じなんでございますがですね、はい、土日ね、ちょっと休もうかなと思ってたんですけど、急に予定が入ってしまったもんですから、はい、またほとんど休んでない状態で、編集の方もですね、頑張ってアップしていっておりますので、皆さんね、つまらない動画でしょうけれども、ぜひ続けてご覧いただけると非常に嬉しいですね。あとね、たまにね、コメントなんかも入れてくれると非常に嬉しいですね。ちょっとこの後ね、ソーラー発電のね、ソーラーパネルの、ちょっとバッシーさんから依頼いただいたのと、あとここフッツラボでも、ちょっと今どうしようかなというふうに悩んでおりまして、はい、ちょっと、バッシーさんのところのね、やってみて、ちょっと様子を見てですね、うちの方も検討していこうかなというふうに思います。やっぱ業者に頼むとね、2、300万するみたいなんですよね。はい。ですので、自分でやると、100万弱、60万とか70万ぐらいで、どうでしょう、できるんでしょうかね。その辺もね、含めて、やってみたいと思いますけれども、もうそもそも売電価格がですね、今来月から3月からしたかな、8円になるって言ってましたね。スタートした当時は30何円だったのが8円ですということらしいですね。はい。もうこの売電システムっていうのはね、ちょっとなんか破綻しているのかなというふうに感じますけれども、そもそもあまりそういったものにね頼らずに、自己消費、電気もね自分で蓄電して、自分で、作るというようなことがやっぱりオフグリッドになるんではないかなというふうに考えております。そしてね、このウェービングテープがですね、はい、一巻きあったんで余裕で足りるだろうというふうに思ったんですけども、この辺でですね、なんか雲行きが怪しくなってますね。あれ足りねえんじゃねえみたいな感じでね、もしかしたらあとちょっとなんだけど足りねえんじゃねえみたいな感じでね、はい。そしたらですね、悪い予感は的中しますね。足りませんでした。ということで、ちょっとこうやってね、ウレタンを、乗っけてみてですね、座り心地を確認しております。ということで、ウェービングテープを貼ってから、ウ
スプレーのりでウレタンを接着したいんですけれども、はい、ですね、ちょっとこのウェービングテープっていうのがですね、なくなってしまいまして、ちょっとそんじょそこらじゃ売ってないようなものでございますので、この家具用のウェービングテープっていうんですけど、これですね。なのでちょっと今注文しましたんで、ちょっと作業は一旦中断となります。はい。でその代わりにといってはなんですが、今まで、ベンチとテーブルがあったんですけど、そこのこれ、ウレタンマットが、そのまま今ただ置いてある状態だったものですから、これを先にですね、ちょっとミシンの練習も兼ねてですね、はい、ベンチを、ウレタンを敷いて、そしてミシンで縫って、やっていきたいと思いますね。その前にちょっとこのベンチ、前こちら、冷蔵庫があったんですけど、コンテナ冷蔵庫、こう大きいやつですね。でその中に入っていたすのこを、に足をつけただけの、ベンチなもんですから、ちょっと補強して、はい、それで、ちゃんとしっかりとしたベンチを作りたいと思います。ということで、すいません、ソファーは一旦中断となります。ということでね、ちょっと続けたかったんですが、ウェービングテープがなくなりましたので、それとね、最終的にこのソファーを貼る生地ですね、生地も、ちょっと今合皮のブラックを買っていたんですが、ちょっとやっぱり合皮のブラックだとツルツルなんですけども、ちょっとソファーのイメージと違うかなということで、ちょっと柔らかめの、生地をですね、一緒に買いました。やっぱね、このベンチの上のウレタンのところは黒の合皮の、革みたいなフリックレザーでいいと思うんですけれども、やっぱちょっとソファーはね、ツルツル真っ黒はやっぱりちょっと良くないかなと思いましてですね、ちょっとやっぱり柔らかい生地の方がいいのかなと思いまして、買いました。これね、ビットが折れちゃいました、先端が。はい、こういうことってあるんですね。やっぱり 36V の排気機のインパクトドライバーはパワーがありすぎるからなんですかね、ビットも壊してしまうということで、ちょっとですね、ビットプラスドライバービットを交換してですね、はい、そして、やり直しております。これもね、結構長年、ほぼ1年ぐらいこのベンチを使ってきましたけれども、グラグラだったわけですね。はい、ですのでちゃんと補強を入れて、ウレタンも上にただ乗っけているだけだったもんですから、はい、きちんと、接着してですね、はい、それで、ちょうどね、ミシンの前練習というかね、練習がてら、ちょっとやってみようかなというふうに思っております。
最初からねこのベンチもね補強しとけよって話ですけれども、はい、なんかついつい、先送りになってしまいましてですね、はい、やっと今になって、補強できると、ちゃんとしたベンチに生まれ変わるという形になっております。で、横の方に柱を入れて、下に1本縦棒ですね、通しますと、一気にですね、グラグラだったベンチが、はい、しっかりしてきますので、はい、はい、どうやらねベンチの補強は終わったようでございます。次、塗装ですね。はい、防御塗装を、一緒にやっていこうかなということで、せっかく作った作業台が汚れてるって感じでね、で拭いたんですが、なんと防御塗装取れないということでね、はい、でこぼしてベタベタで汚れているのが分かっているくせして、養生シートもせずに、塗り続けてますね、こいつはね。はい、うわ、まだ逆さまにしてまでもそのまま養生シートをせずに、防御塗装をやっておりますね。はい、ということでね、せっかくカラーベニア、真っ白のカラーベニアを貼った作業台、真っ茶色になってます。最悪です。でね、これ拭くんですけど落ちないんすね。実は水性だからすぐ拭けば落ちるだろうと思っていたんですが、なんと落ちないっすね。やってもうたということで、本日はこの辺で作業終わりとさせていただきます。ありがとうございました。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はですね、ソファーを、ウレタンを貼ってウェービングテープを貼ってウレタンを貼ろうと思ったんですけど、ちょっとこのウェービングテープ、これが、一巻き買ってたのがあとちょっとで足りなくなっちゃいまして、でこれをやらないと次ウレタンを接着できないので、はい、ちょっと、到着まで、時間かかります。はい、ということで、あとね、ベンチの方を一応今補強しましたんで、次回ウレタンを、貼るためのいよいよミシンですかね。はい、ちょっとミシンをチャレンジしてみたいと思います。ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いいたします。ということで以上となります。ゲッツ